10年くらい前にたまたま立ち寄ったちょっとひなびたダイナーで飲んだ少し薄いコーヒーの味ってなぜか完璧に思い出すことができるのに、ええ。昨日の朝の一切の渋滞もなくスムーズに職場にたどり着いた通勤の道のりは全く思い出せないんですよね。これってなんか不思議な現象だと思いませんか？そうですね。私たちの脳ってどれだけ効率的で完璧に進行した出来事であっても、そこになんていうか摩擦みたいなものがなければ記録する価値がないって判断してしまうんですよね。摩擦ですか。ええ。なるほど。こんばんは。今あなたはどんな景色を見ながらこの音声を聞いているんでしょうか？夜の高速道路を一定のペースで流しているところかもしれないし、もしくは街並みの少ない静かな国道を何か考え事をしながら走っているところかもしれませんね。外のノイズが減って視界も限られる夜っていうのは自然と意識が自分の内側に向かう時間ですよね。そうですね。車のエンジンの低いうなりとかタイヤがアスファルトをつかむ音だけが響くような空間は自分自身と静かに対話するにはすごく適していると思います。普段の僕たちならこの時間を使って複雑なデータとか最新のリサーチについて徹底的に掘り下げていくんですけど、今夜は少しアプローチを変えてみようかなと思っているんです。いつもとは少し違う感じで。はい。僕たちが日々追い求めている効率とか最短距離というものから少し離れた場所にある短いテキストの断片がありまして、今夜はそれをあなたと一緒に少しずつ紐解いていきたいなと。そうですね。今夜は何か明確な正解を提示するとか新しい知識を急いで導き出すことが目的ではないんですよね。全くないです。このテキストが持っている静かな問いのようなものをただ夜の車内に置いてみる、そんな時間にできればと思っています。そうですね。少し紐解いてみたいんですけど、僕たちって夜一人で道を走っていたり部屋で静かに過ごしていたりすると、ふと自分がこれまで歩んできた道を少し否定したくなる瞬間ってありますよね。わかります。あの時もっと早く決断していればよかったとか、もっと効率よく進められたはずなのにって思っていたよりも今の場所にたどり着くまでに時間がかかってしまったなっていう。まさにそれです。なんというか遠回りもしたことがまるで自分の失敗だったかのように思えてしまう、胸の奥に広がる静かな後悔ですよね。そうなんです。現代ってカーナビに目的地を入力すれば本当に一瞬で最速ルートが一番上に表示されますし、出てきますね。僕たちも迷わずそれを選ぶのがもう当たり前になっていますからね。でもこのテキストはそんな僕たちの効率への後悔に対してとても興味深い視点を投げかけているんです。ちょっと舞台を移しまして時間を少し巻き戻した1950年代から60年代にかけてのアメリカ、ルート66の情景について書かれているんですよね。シカゴからサンタモニカまで広大な大陸を結ぶ伝説的な道ですね。そうです。でもここで僕から少し意地悪な疑問を投げかけさせてほしいんですけど、何でしょう。ルート66ってよく旅のロマンの象徴みたいに語られがちですけど、冷静に考えればただの古くて非効率な道ですよね。インフラという視点で見ればそうですね。後に週間高速道路、つまりインターステートハイウェイが整備されて結局使われなくなったわけですから、目的地に安全にしかも早く着くという道路の本来の目的からすれば、途中に小さな町がいっぱい点在していていちいちスピードを落とさなきゃいけないルート66ってシステムとしては失敗じゃないんでしょうか？なぜ人々はそれをあえて美化するんでしょう？非常に鋭い指摘だと思います。確かに単なる移動のインフラとして見れば直線的で起伏のないインターステートハイウェイの方が圧倒的に優秀ですよね。そうですよね。しかしここで重要になるのが先ほど番組の最初にお話しした摩擦と記憶のメカニズムなんです。摩擦と記憶、もう少し詳しく教えてもらえますか？脳科学の観点から説明しますね。人間の脳、特に記憶を司る海馬という部分は完全に予測可能なこととかスムーズに進行したことを記録するのを非常に嫌がるんです。嫌がるんですか？これは軟化と呼ばれる現象なんですけど、限られた脳のエネルギーを節約するための一種の生存本能なんですよ。なるほど。つまり最短距離のハイウェイを例えば時速100キロで一定に走っている時って脳は新しい情報はゼロだなって判断して記録のスイッチをオフにしてしまうということですか？その通りです。効率的であればあるほど脳にとっては存在しなかった時間に等しくなってしまうんです。存在しなかった時間、それは少し怖いですね。そうなんです。一方でルート66のように
急に道が曲がっていたり、予定外の古いダイナーがポツンと現れたり、見知らぬ街で迷ってたりすると、脳は予測エラーを起こします。予測エラーですか？はい、なんだこれはという驚きや少しのストレス、つまり摩擦が生じるわけです。するとアドレナリンとかドーパミンが分泌されて、海馬に対してこれは未知の重要な情報だから記録しろという強いサインが送られるんです。これをエピソード記憶と呼びます。なるほど。全体像につなげて考えてみるとすごく腑に落ちます。僕たちは日常で何か目標に向かうときに、途中の小さな町とか古いダイナー、あるいは仕事での予期せぬトラブルなんかを、早く目的地に着きたいのになんだよって思ってしまいますよね。単なる障害物とかロスタイムとして捉えてしまいますよね。効率の観点からすればもう完全にノイズですからね。でも当時の人々がルート66を通って旅をした後、振り返って記憶に深く刻まれているのは、実はサンタモニカに到着した瞬間そのものよりも、その道中で味わった摩擦の方なんですね。そういうことになります。予定外の場所で車を止めて飲んだ少し薄いコーヒーの味とか、窓の外に広がっていた赤茶けた土の匂いとか。そう、結果的にその非効率なノイズこそが人間の記憶に豊かなテクスチャーを与えているんです。私たちは目的を達成した瞬間を人生のハイライトに据えようとしますけど、脳が実際に深く刻み込んでいるのはプロセスで生じた摩擦そのものなんですよ。今夜の道を走っているあなたも、もしかしたら一番鮮明に思い出す過去の風景っていうのは、計画通りに完璧に進んだ時のことよりも、道に迷って途方に暮れた時の空の色だったりするかもしれませんね。本当にそうだと思います。この摩擦がもたらす豊かさという感覚は、テキストの中で描かれているもう一つの情景とも見事にリンクしてくるんですよね。バイクの描写ですね。夜の海岸線をビラーゴ250で流している感覚という描写です。広大なルート66の話から、より個人的で身体的な体験へと視点が絞り込まれていくんですけど、ここがまた面白いんです。ビラーゴ250ですね。ヤマハのクルーザータイプのオートバイで 250cc の空冷 V ツインエンジンを搭載したモデルです。でもここでも僕はあえて少し意地悪な見方をしてみたいんですけど、もし夜の海岸線を走ってその景色を楽しみたいんだったら、圧倒的なスピードが出る大排気量のスーパーバイク、例えば 1000cc のバイクで一気に目的地まで走って、そこでバイクを降りてゆっくり景色を見た方が合理的じゃないですか。効率を考えればそうですね。なぜわざわざ 250cc の空冷エンジンであることにこだわる必要があるんでしょうか。ここが非常に興味深いところなんですが、物理的な排気量とかスピードの違いっていうのは、単に移動時間を変えるだけじゃないんです。違うんですか？私たちが世界をどう知覚するかという神経学的な関わり方そのものを根本から変えてしまうんですよ。世界の知覚が変わる、どういうことでしょう？例えばオプティカルフローという視覚的流動の概念があります。大排気量のバイクでスロットルを大きく開けて高速で空間を切り裂くように走っているとき、人間の視覚システムってどうなると思いますか？景色がものすごい速さで後ろに飛んでいきますよね。線みたいになって。その時人間の脳は膨大な視覚情報を処理しきれなくなって、物理的にも脳科学的にも強制的に視野を狭くするんです。視野を狭くする？前方の一点にだけ強烈にフォーカスして、周辺の景色は単なる流線として脳内で切り捨てられてしまう。つまりスピードを上げれば上げるほど、実は世界が見えなくなっていくんです。なるほど。早く目的地に着くためにスピードを上げると、その道中に存在しているはずの夜の海岸線の輪郭とか星空といった情報は、脳の処理限界を超えて無になってしまうわけですね。生存するために目の前の道路状況以外を全てシャットダウンするからです。でもテキストにある 250cc のペースで少しゆっくりと走っている場合は違います。テキストではトコトコという心地よい振動を感じながら少しゆっくり走っていると、街灯の少ない暗い道の輪郭とか潮の匂い、そして遠くに見える街の光が不思議と記憶に残ると語りかけていますね。遠くに見える街の光、まさにそれです。スピードを落としているからこそ視野角が広く保たれて、暗闇の中にある微かな光の粒を網膜が捉えることができるんです。スピードと視野の広さが直結しているんですね。さらに言うと 250cc の空冷 V ツインエンジンが放つ鼓動感も
人間の知覚においてすごく重要な役割を果たしているんですよ。鼓動感っていうと一定の機械的な振動のことですか？それがどう関わってくるんでしょう？人間には固有受容覚という自分の身体の位置とか動きを感じ取る感覚があるんです。空冷 V ツインエンジンのような低周波の機械的な振動って人間の心拍とか歩行リズムといった生体リズムに近いんですよね。ああ、なるほど。スムーズすぎる最新の乗り物だと外界からのフィードバックが少なすぎて意識がここではないどこか、つまり未来の目的地へと飛んでしまいがちなんです。でもこの物理的な振動が常に身体に伝わっていることで意識が今この瞬間の空間に強力にアンカーを下ろすんです。心理学でいうグラウンディングの役割を果たしているんですね。ここでまた点と点がつながりましたね。 250cc のゆっくりとしたペースとエンジンの振動という一見アナログで非効率な要素が、実は脳に余裕を与えて周辺の未可な光を認識させて意識を今につなぎ止めるための完璧な装置として機能しているんですね。そういうことになりますね。今車のハンデルを握りながらこの話を聞いているあなたにもきっと伝わる感覚だと思います。大きな排気量で一気に目的地へ向かう生き方、それは一つの正解ですし、必要な時もあるでしょう。もちろん。でも少しゆっくり進むことでしか視野を広く保って遠くの街の光の美しさに気づくことはできないんですよね。そうですね。テキストの言葉を借りるなら少しゆっくりだからこそ目に入ってくるものがある。私たちは時々自分が 250cc のエンジンしか積んでいないことを嘆いたり、周りの大排気量の車にスッと追い越されて焦ったりしますよね。そうですね。あいつはもうあんな先まで行ってるのに自分はまだここでとことか走っているなって。でもそのペースだからこそ周囲の景色を切り捨てることなく豊かな解像度で世界と関わることができているんです。このテキストはその事実をとても静かに、でも科学的にも理にかなった形で肯定しているんですよね。エンジンがもたらす知覚の広がりの話、一見バラバラに見えた2つの情景がここで完全に重なり合いましたね。どちらも効率とか最速ルートという現代の基準からは外れています。しかしその外れた場所、私たちが遠回りと呼んで悔やみがちな時間の中にこそ人間の記憶を深く定着させて感情の解像度を上げるための不可欠なメカニズムが隠されているわけです。人生における遠回りも単なるロスタイムじゃなくてそういうものなのかもしれませんね。本当にそうだと思います。今夜のテキストはこんな言葉で結ばれようとしているんです。遠回りした時間の中にしか出会えない景色もあるのかもしれないと。ここで無理に教訓めいたことを導き出す必要はないと思うんです。そうですね。ただ脳科学や知覚のメカニズムを通してみてもこの言葉は単なる慰めではなくて一つの真理をついている気がします。今夜はただこの視点をあなたの車内にそっと置いておきたいなと。振り返って後悔していたあの時間も無駄だと思っていたあの道のりも実はあなただけの記憶のテクスチャーを作り上げるための大切な摩擦だった。そう考えると今車の窓から流れていく夜の景色が少しだけ違った解像度で見えてきませんか？過去の非効率を否定するのではなくてそのプロセスそのものを一つの不可欠な旅として受け入れる、そんな風に思考を広げていく夜の過ごし方も悪くないものですよね。さてそろそろこの時間も終わりに近づいてきました。最後に少しだけあなたと一緒に考えてみたいんです。思っていたより時間がかかってしまった、もっとうまくやれたはずだ、そうやって自分の悩みを責めたくなる夜に今のあなたは本当に無駄な遠回りをしているのでしょうか？そうですね。もしかするとこれから先の人生で一生忘れることのない美しい景色を脳に刻み込むための摩擦を今まさに集めている最中なのかもしれませんね。その答えはすぐに出す必要はありません。そのままゆっくりとエンジンの一定の鼓動に耳を澄ませながら夜のドライブを続けてください。この夜の道があなたにとって良い景色との出会いになりますように。良いを。それではまた。Thought I'd be farther down the line. Maybe I lost a little time. Taillights fading somewhere ahead. Questions rolling around my head. Old roads never hurted much. Diamond lights in a coffee cup. Some little towns and neon signs stayed around longer than the drive. This long way neon roads and
right, let you see distant lights beside the sea. This old V-twin keeps rolling on like it knew the way all along. This lonely neon road tonight keeps showing things beneath the lights. Maybe every turn and every mile was never really out of style. One more curve and another sky. No need to ask the reason why. Some roads stay with you over time, long after you've crossed the line. Thought I'd be farther down the line. Maybe I lost a little time. Tail lights fading somewhere ahead. Questions rolling all around my head. Old roads never hurried much. Diner lights and a coffee cup. Some little towns and neon signs stayed around longer than the drive. This long lane neon road tonight keeps showing things beneath the lights. Maybe every turn and every mile was never really out of style. Funny what a slow ride lets you see distant lights beside the sea. This old V-twin keeps rolling on like it knew the way all along. This long way neon road tonight keeps showing things beneath the lights. Maybe every turn and every mile was never really out of style. One more curve, and another sky. No need to ask the reason why. Some roads stay with you over time, long after you've crossed the line.